野菜を多めに使ってお値段以上だと思いました。食べ過ぎないように炭水化物によくご飯ですよの方が好きです。ツルツルです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。セイボリーデニッシュ1680円です。4種類が3個ずつ、1個あたりは140円です。ケーキと同じ冷蔵ケースに並んでいました。加工日は今日、消費期限はあさってです。左からサンベジタブルフェタ、ほうれん草ゴート、マッシュルーム、カマンベールクランベリーです。100g あたり258キロカロリーなのでフレーバーによって違うとは思いますが、ざっくり計算で1個あたりは163キロカロリーくらいです。デニッシュなのに意外にカロリーは控えめに感じるのはフィリングに野菜を多めに使っているからですかね。サンベジタブルフェタはズッキーニ、トマト、玉ねぎなどの野菜とハーブのペーストとフェタチーズを使っていてピザっぽいデニッシュです。ピザよりキッシュの方が近いかもしれません。カマンベールクランベリーはカマンベールとクランベリーの甘酸っぱさが効いていて、この中で唯一デザート感のある味わいです。他が惣菜パンで、これは菓子パンっていう感じかな。ほうれん草ゴートはほうれん草クリームの中に白いゴートチーズの角切りが混じっています。この4つの中では一番塩味を感じます。マッシュルームはマッシュルームとクリームのペーストでピザのマッシュルームソースっぽいです。どれも美味しかったです。温めた方が美味しいです。井村屋抹茶どら焼き3個入りが6袋1580円です。1個あたりは 87.7 円。製造は三重県。賞味期限は5月25日です。約2ヶ月です。ちなみに木村屋総本家どら焼きは12個入り899円です。どら焼きは1つずつ包んではありますが、外パキを開封したらお早めにお召し上がりくださいとのことです。直径は8センチ、199キロカロリーです。抹茶あんはお茶の苦みも少し感じますが甘めのあんです。皮は水分少なめのパサッとした感じです。ねっとりとしたあんをぴったりと挟んでいるので、あんこマシマシにしたいなら上に盛るくらいしかできませんけれども、そんな必要もないほどに抹茶あんはたっぷり挟まっているので満足感があります。お値段以上だと思いました。チョコ XO 直送シンプリベターチョコレート 420g 入り1988円です。原産国はカナダ。賞味期限は来年の1月です。約10ヶ月です。69% カカオの糖質オフのオーガニックダークチョコのトフィー、アーモンドシーソルトスナップスです。説明が盛りだくさんですけれども、このシリーズ好きです。30個入っていましたので1個あたりは 66.26 円です。1個は 14g くらいで80キロカロリーです。4センチくらいのチョコなので一口で食べられちゃうサイズですけれども、食べ過ぎないようにいちいち4つに割ってしっかり味わうようにゆっくり食べます。アーモンド、キャラメル、塩も入っていてザクジャリっとした食感です。ソルティチョコは私は苦手なんですけれども、これは美味しいと思いました。ビターチョコが苦手な娘は食べません。テルニ商店国産梅ちりめん 350g 1248円から260円オフは3月24日までです。メルマガ掲載品です。製造は愛知県。賞味期限は4月17日です。約1ヶ月です。気に入ってるのでリピです。ちりめんじゃことカリカリ梅のチップと野沢菜と角なしオキアミが混ぜてあり、ご飯など炭水化物によく合います。おにぎりはもちろんですし、パスタや焼きそばなどの麺、ピザトーストにしても美味しいです。ベーグルにマヨネーズを塗り、梅ちりめんとシュレッドチーズを乗せてトースターで焼きました。アボカドとも合います。パスタはクリーム系ソース系もありですけれども、簡単にごま油と梅ちりめんだけでも美味しいです。味見をして物足りなければ醤油をプラスします。
久世福の青さバター 540g が2個1998円です。ご飯にもパンにもパスタにも合うそうです。炭水化物と相性が良いってことですかね。賞味期限は10月7日です。約5ヶ月です。そのまんま海苔の佃煮にバターを足した味です。レンチンした野菜に和えたら美味しかったです。ご飯にはバターが邪魔でした。ご飯ですよの方が好きです。リゾットやチャーハンなら合うと思います。ベーグルに生地を塗った上に青さバターを塗りました。アボカドとも合います。アボカドにたっぷりめの青さバターとトマトのスライスをのせます。200度のオーブンで9分焼きました。パスタにしたらとても美味しかったです。レシピはショート動画にしたので概要欄のリンクからご覧ください。ゼスプリルビーレッドキウイ 1.6kg 1998円です。昨年買えなかったので入荷を待っていました。期間限定です。原産国はニュージーランドです。80g くらいの小さめサイズで19個入っていました。ゼスプリルビーレッドはその名の通り果肉が赤い品種のキウイで20年以上の歳月をかけて開発され、これまでのキウイと異なる熟したベリーのような上品な甘さが特徴です。栽培の難しい貴重で小ぶりな品種でアントシアニンやビタミン C が含まれていますとのことです。買ってすぐは他のキウイ同様に硬いうちはとても酸っぱいです。追熟したら甘みも出てきて美味しいんですけれども酸っぱめでした。毛がほとんどなくてツルツルです。皮ごとでも食べられますが私は剥きます。キウイはくし切りの方が美味しいんですけれどもルビーレッドは輪切りの方が映えますね。販売期間が短いので気になる方はお早めにどうぞ。今週のお酒はサントリーお茶サワーです。検証当選品なのでコストコとは関係ありません。アルコール 5% 微炭酸です。お茶が香るスピリッツ、和食に合います。メニューはじゃがいもとアスパラとエリンギの青さバター和え、梅ちりめんのおにぎり、鶏もも肉と大根の炒め煮、ルビーキウイとマンダリンです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。